計の針を少し戻して、憎らしくも輝かしい夏に戻ってみましょう。太陽はメラメラ燃えるマグマを越えて、まるでプラチナのよう。セミたちも鳴く元気すらないみたいです。そんなプラチナ色の夏に素敵なプレゼントをもらいました。じゃじゃん。友人が私のために作ってくれた化粧水です。バラの精油を使ってくださったみたいで、甘くて華やかなのに爽やかさもあって、ボトルを開くだけで幸せいっぱいに浸れる香りです。これを夏のほてった肌にパシャパシャとのせると、バラ園から夜風がスーッと通り過ぎていったような、そんな涼しい気分になれるんです。これまたもっと気の遠くなるほど時計の針を戻したとある夏、私はポツンと生まれました。葉っぱから雫がポチョンと落ちるような、そんなちっぽけな幸福を祝うために、お友達がこの誕生日プレゼントを作ってくれたのでした。お返しにまたビーズを編んでみようと思います。完成図はこんな感じ。かわいいですよね。こんな感じでブレスレットになる予定です。留め具もビーズでできています。試しに一つ作ってみたのですが、今日はもう一つ色違いで作ってみて、送るお友達の雰囲気にしっくりくる方をあげたいと思っています。プレゼントをこのブレスレットに決めたのにはちょっとしたわけがあります。今からまた少し過去、そう、もう思い出せないけれどこんなに暑くなる前の梅雨の頃、皆さんも一緒に思い出してみましょう。私のお友達は神社にお参りに行くのが好きなのですが、彼女の行く神社には梅雨頃になると参道にアジサイの鉢植えがずらっと並べられるんだそうです。見頃になると真っ白な花が一斉に咲いて、とっても綺麗なんだって。彼女の楽しそうなワクワクした顔を見ると、私はその光景を見たことがないのに、なんだかとっても嬉しくなって、その美しいアジサイの様子が頭に浮かんでくるようでした。その記憶がいつまでも忘れられなくて、そのお話が私の胸の奥の方に刻まれて、何かアジサイにちなんだ贈り物をしたいなと思ったのでした。このブレスレット、ダイヤ型が重なった部分と小さな丸がポチンとあるのがアジサイのお花みたいだなって思ったんです。さてさて、ビーズを編むにあたってまだ必要なものがありますよね。そう、こんな暑い日にちまちまビーズを編む時間には、こっくりと濃いロイヤルミルクティーがぴったりです。今日はミルクティーベースを使って作ってみましょう。普段ミルクティーを用意するときは、鍋で茶葉と牛乳を煮出して作っているのですが、夏場は自分まで煮立って沸騰してしまいそうで、冷ますのにも時間がかかるので、最近はミルクティーベースにハマっています。このティーベース、無糖でとっても美味しいんです。無糖のティーベースってとっても少ないので、ありがたいですね。カルディで買えるので、皆さんもぜひ試してみてください。薄まるから普段は氷を入れないけど、今日は特別。氷を入れる音はとっても涼しげで、それだけでちょっぴり元気が出ますよね。さてさて、ティーベースと、次に牛乳を注いで、
出来上がり。早速飲んでみましょう。美味しい。美味しいミルクティーで英気を養ったら、ビーズ編みの長い長い旅路に早速出発しましょう。編み方は忘れないように、間違えないようにメモに書いて進めていきます。みんなはこういうちまちました手作業って好きですか？私は大人になってからこういうことが好きなんだなーって気づき始めました。編み物もハマるかなと思ってやってみたのですが、ビーズ細工より編み間違いに気づけなくてくちゃくちゃにしちゃったり、増し目減らし目がうまくいかずに帽子がフリスビーみたいになっちゃったり、とっても下手っぴでした。それでも下手の横好きで続けています。ビーズのアクセサリーを作るのが好きなのは、毛糸やコットン編みより編み目がわかりやすいのもありますが、何より手を進めていくうちに一本のキラキラした糸が出来上がるのがとっても嬉しいんです。妖精が宙を舞うと、その後ろにはキラキラした粒子が飛行機雲のように残りますよね。ビーズ細工ってそんな感じです。赤ちゃんの方からずーっと流れた涙の跡みたいな。雨の日の翌日、雲の糸にたくさんの雨粒がついてキラキラしているのを見つけたような。ちっぽけだけど可愛くて清らかなもののような気がするんです。そんなこんなで出来上がってきましたよ。キラキラで涼しげで可愛いですよね。一つ目は紫とホワイトとシルバー。今回のはピンクとホワイトとゴールドで作ってみました。お友達には紫の方が合いそうなので、先に作った方をあげたいと思います。ビーズを編んでいる時間は一瞬に感じることもあるし、とても長い時間に感じることもある。とっても不思議です。土の中で見つかるのを待つ化石ってこんな気持ちかしら、なんて考えたりもします。これだけだと寂しいので、一緒に絵も送ろうと思います。アジサイっぽく紫や水色を使った涼しげな絵を描こうと思っていたのですが、なんだか気分は緑や黄色。お友達の雰囲気や彼女と会った時の気持ちがビタミンのような黄色だから、新緑のような癒される緑だから、自然と温かい柔らかな絵が出来上がっていきます。じゃじゃーん、印刷してきました。写真用紙とはがき、どちらも吸ってみたのですが、はがきの方が綺麗に色が出ているので、こちらをプレゼントしましょう。1枚は手元に置いておいてほしいから、額に入れて渡そうと思います。かわいいシールもたくさん買ってきたので、ラッピングしていきますよ。些細なことだけど、こうして包みに入れて梱包している時間って、なんだかちょっぴり幸せです。自分の子供や自分のペットにお洋服を着せるのってこんな気持ちかな。皆さんが見守ってくれたおかげで素敵な贈り物が準備できました。喜んでくれたらいいな。森林や木陰に入った時のような涼しくて心地いい気持ちになりますように。鮮やかな緑や綺麗なお花を見た時のような心地よいリラックスした気持ちになれますように。そしてこの動画を見てくれたみんなにも涼しい気分が舞い降りますように。
過ぎないでと思っていても季節は過ぎ去ってしまうものだから、きっともうすぐ暑さも引いて黄金色の秋がやってきますよね。そうしたらこのひどい暑さもいつしか名残惜しく感じるのかもしれません。今は肉々しく感じるけれど、肌を伝う汗やヒリヒリするような日差し、太陽の力を今はもう少しだけ楽しみましょう。そしてまた秋に会いましょうね。バイバイ。